皆さんは自分の体を構成している原子の数がどれくらいかご存知ですか？私たちの体は原子というとてつもなく小さな粒で構成されていますが、その数はなんと約6000兆個です。これは1兆の1兆倍が6000個分です。では、もしこの原子を全て一列に並べたらどれくらいの長さになるのでしょうか？常識的に考えたら所詮は原子なので、その結果はたかが知れているはずです。でも実際に計算をしてみると、そこには私たちが普段意識することのない人体の途方もないスケールが隠されていたんです。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。本日は私たちの体に秘められた恐るべき秘密についてご紹介したいと思います。人体の原子を一列に並べるとどこまで届くのか、地球何周分になるのか、そもそも太陽系を超えることはできるのか、この動画を見終える頃には皆さんのご自身の体に対する認識が少しだけ変わっているかもしれません。さて、今回のお話をする上で知っておかなければいけないことが、そもそも人体にはどれほどの原子が含まれていることと、そもそも原子とは一体何であるのかです。なので、まずは人体に含まれる原子の数について見ていきましょうか。今回は日本の平均的な成人男性、身長171センチ、体重64キロをモデルにしていきます。この体に含まれる原子の総数は、冒頭でもご紹介した通り、約6000兆個という規格外な数です。兆というのは、あまり聞き馴染みのない単位だと思いますが、1兆の1兆倍ということです。それが6000個分、やばすぎです。仮に全人類80億人が1秒に1個ずつ原子を数えたとしても、数え終えるまでにはなんと240億年もかかります。宇宙の年齢が138億年ですから、宇宙が始まってから全員で今日まで数え続けたとしても、まだまだ全然足りないくらいの計算です。そんな規格外な数の原子が今この瞬間も皆さんの体の中には含まれています。次に原子のサイズについて考えていきましょうか。実は原子には端っこという概念が存在していません。一般的に原子の形といえば中心に原子核があり、その周囲を電子が回転している姿をイメージされるかと思います。しかし現代の物理学ではそのようには捉えてはおらず、厳密には明確な境界線が定められてはいないんです。では原子のサイズはどう測るのか。科学者たちはファンデルワールス半径という基準を使っています。簡単に言うと、原子同士がこれ以上近づけないという限界の距離、いわば原子のパーソナルスペースのようなものです。人体を構成する主要な原子、水素、炭素、窒素、酸素が持つファンデルワールス半径を体内にどれだけ含まれているかの割合に応じて平均すると、原子1個あたりの直径は約 0.2 ナノメートルになります。なので本日はこの数字を使って計算していきたいと思います。ちなみにナノメートルというのは1メートルの10億分の1です。A4 コピー用紙の厚さが約 0.1 ミリですから、その中には原子はおよそ37万個も並べられている計算になります。では、そんな体内の原子を全て一列に並べたら、皆さんは一体どれほどの距離になると思いますか？さすがに東京タワーくらいでしょうか？それとも富士山くらいでしょうか？はたまたエベレストくらいでしょうか？ただ、実は全然そんなことはないんです。この場合、なんと地球を約407億周もできてしまうんです。そもそも地球は円周約4万キロもある惑星です。1522年にマゼランの艦隊が人類史上初の世界一周を達成しましたが、出発から帰還までは約3年の歳月を要しました。現代でもたとえジャンボジェット機を使っても丸2日以上かかる距離なんです。でも人体の原子を一列に並べると、そんな地球を407億周もできてしまうんです。驚愕ですよね。私も最初これを計算した時、いやさすがに何かの間違いではと思いましたよ。地球だと到底直線では表せそうにないので、次は太陽系の場合で考えてみましょうか。太陽から太陽系の最も外側を回る惑星海王星までの距離は約45億 km あります。光でも片道4時間以上かかる距離ですね。NASA の探査機ボイジャー2号は1977年の打ち上げから時速約5万5000キロという猛スピードで飛び続けていましたが、海王星に到達するまでにはなんと12年もかかりました。この距離をもし飛行機で移動しようとした場合、ノンストップでも約5700年はかかる距離感です。これだけ途方もない距離感ですから、さすがに到達は難しそうですが、結論としては全然そんなことはなく、なんとこの太陽海王星間を約18万1000往復もできてしまいます。すごすぎて恐怖すら感じてしまいますよね。太陽系
星ですら足りないのであれば、一体どれほどの規模なのか。次は太陽系の外側に目を向けてみましょうか。太陽系に最も近い恒星プロキシマ・ケンタウリまでの距離は約 4.25 光年、光の速さで4年以上かかる場所です。先ほどのボイジャー2号の速度でもたどり着くまでに8万年以上かかる距離感です。人類の祖先であるホモ・サピエンスがアフリカを出発したのが約7万年前と言われていますから、人類の全歴史をかけても到達できないくらいの距離です。ここまで絶望的に遠いとさすがに到達できそうにないと思いますが、でも届きます。それどころかなんと約20往復もできてしまうんです。本当に人間の原子量ってどうなっているんでしょうか。では一体人体の原子を一列に並べたら一体どこまでの距離になるのか。その答えはなんと 172.5 光年です。この宇宙で最も速い高速を使っても172年かかる距離です。キロメートルに直すと約1632兆キロメートル、ジャンボジェット機で飛び続けた場合約2億3000万年もかかる距離です。恐竜がまだ地球上を歩き回っていた三畳紀の頃から飛び続けてようやく今到着するくらいの時間間です。これは地球に最も近い星団の一つとして知られる牡牛座の方向にあるヒアデス星団を超えるほどの距離に相当します。ここまでは身長171センチ、体重64キロの男性をモデルにしてきましたが、当然皆さん一人一人の体格は違いますよね。では皆さん自身の体だったら一体どこまでの距離になるのか、もちろんそこも計算してきましたのでご紹介したいと思います。日本の平均的な成人女性の場合、身長はだいたい158センチ、体重53キロになります。この場合はなんと 142.8 光年、身長180センチ、体重71キロの大柄の男性の場合はなんと192光年になります。つまり体格が違えど人間であれば100光年は優に超えるほどの原子量を持っていることになるんです。いかがでしたでしょうか。本日は人体の原子を一列に並べたら一体どこまで届くのかという話を考えてみました。宇宙と聞くと自分とは全く遠い存在であると思う方も少なくないのかもしれません。しかし実は皆さんの体を構成している原子、水素、炭素、酸素、窒素、これらは全てかつて恒星の内部で作られたものなんです。何十億年も前にどこかの星が寿命を迎えて爆発し、その破片が宇宙空間に散らばる。そしてそれが巡り巡って今皆さんの体の一部になっているんです。つまり皆さんは文字通り星のかけらでできているんです。そう考えると私たちの体が宇宙規模のスケールを持っているのも頷けるのかもしれませんね。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おまけです。なんか話すことないかな。なんか話すことないよね。まあいいか。今回なしでいいや。おまけを毎回入れる？おまけね。おまけを毎回入れるのか。おまけです。まだ今ちょっと企画段階なんですけど、今後ラジオ番組とか、あとサブチャン、もう本当に趣味に特化したサブチャンも立ち上げようかなと思っているので、またタイミング見て告知しますね。というわけで以上です。お疲れ様でした。